Thank you for coming back to my channel. My name is Arisa. 皆さんこんにちは、アリサです。今日はついにアルトラックさんに作ってもらっていた駅間にアウトレット、あとウエストゲートの出口のパイプですねが出来上がったとのことなので、長野県佐久市にあるアルトラックさんに向かっています。もう事前に社長さんから写真とかをいただいてたので、ちょっと SNS とかでも公開してたんですけど、とにかくかっこいいし綺麗なんで、めっちゃ反応も良かったです。実際ちょっと物を見るのがすごい楽しみなんですけど、今回作ってもらった駅間にのセットは逆回転ターボ用っていう形で、新しく作ってもらったんですけれども、アルトラックさんで今後市販化も考えているということなんですが、なんで、逆回転なのかっていうところ、ちょっと私も最初に逆回転ターボを勧められた時に、通常は、純正タービンと同じだと、下向きにタービンがついてるじゃないですか。それひっくり返すと、ひっくり返した時に逆回転の方が効率がいいっていう風に言われてるんだよみたいなことを言われて、なるほどと思ったんですけど、実際になんで効率がいいのかとか、ちょっと私もまだターボの仕組みをちゃんと理解しきっているわけではないので、ちょっと上手に答えられないで、今日はV エンジンに乗せるターボを説明してくださったブーストマジックターボ屋さんの社長さんも、いらっしゃるので、ちょっとその辺聞いて皆さんにご説明できればいいかなというふうに思います。で、コロナの影響もあってちょっといろいろと想定よりも負担がかかっちゃってはいるんですけど、でもせっかくここまでエンジンは出して、しっかり作り上げて、最後まで妥協せずにやりたいこと、面白そうなことをやっていきたいなというふうに思っています。ではまた後ほど。っていうので、これが一つが一番この集合部のジャンクションの容積に一番近いところに持ってこようとすると、SR はスペース的にできなかったんです。それをやりたいがために、わざわざ逆回転タービンを選択して、この辺のパイプのレイアウトを見直して、ゲートをここに置きたかった。やりたかったことはそうかな。でもそれができたことによって、アウトレットパイプを下にも上にも出せる。場合によってはここから戻ったりとかね。こっちにすぐ戻せる。上に向けといて、ここにアウトレット戻し。ABS がなければできる。なるほど。今までのそういうユーザーレイアウト、UC が何もなかったから、下にしか出せなかったのが、上にもね、戻って、下にも出せる。
そういう製品になってすごい綺麗。正回転だとこのブランチのとこからは取れなかったんですね。ほら、どこから？集合位置がこの辺に来ちゃうんで、ああ、そうかそうか。私がね、421、ここにちゃんと仕切りを入れてるんですよね。仕切りを入れてる都合上、ここから出せないんですよ。だからね、2番と1番の要は仕切りがこう入ってるんで、こっちかこっちかしかゲートを置けないんですよ。だから41レイアウト、41集合だったら、まあここからこう配管することができればいいんですけど、どうしても欲張りな機能をね入れたかったんで、421っていう、中速もね、先の速いものを選択していたかったんで。比較的ね、41みたいな駅マニっていうのはやろうと思えばどこでも多いですよね。だけど求めてるものがちょっとそういうものと違うんで。ダイレクトにウエストゲート200回のためにウエストゲートの位置がなるほど。それを生かそうとするには、逆回転タービンが必要。今回チョイスした逆回転ターボのメリットをちょっとこれから説明してもらおうと思います。メリットがいろいろありまして、ウエストゲートの位置のリズムを、集合部に対して、ダイレクトにウエストゲートが置けるっていう、そっか、もしこれが正回転だとこっち側にもうちょっとこっち側に寄せないといけなくて、そうするとゲートの位置もパイプとねゲートが干渉しちゃうんで、そういうところを見やすために全体的にパーツのレイアウト、ジオメトリーを見直して、そこから逆回転っていうものを、タービンの選択っていうのが出てきたんですよね。まあ正回転だとここにつけれないので、どうしてもゲートを下の方とかなっちゃって、そうするとここの集合部から離れたところにそうするとその分また容積が増えちゃって、まあレスポンスアップにつながったりするんですよね。なるべく当初のコンセプトはね、G25 を使って下からビュンビュン立ち上がるっていうパーツを作ろうというコンセプトだったので、余計なものを全部省いて、本当に性能追求、そうですね、そうした結果が、こういう逆回転になったという。もうじゃあここの位置がすごい理想の形ってことですね。そうですね。そうです。で、まあこの理想的な仕切りも入れれたし、っていうことですよね。そうですね。全部をこう詰め込んだような製品ですね。やばい。これ長さは今回。これはね、環状エキゾーストだけの環状でいうと315。315。はい。
最高マニですね。最高マニ。ここ最近ちょっとその辺で、短すぎて容積が少ないっていうのも立ちは早いんですけど、ピークパワー、配圧が上がりすぎるとちょうど晴れが大きくなるんで、単純に低速重視の駅マニを設計しちゃうと上の伸びないエンジンになりかねないので、その辺はちょっとなるべく長さも稼ぎながら音が出やすい配管に長さにしてますね。管の太さは今回これはね 42.7 パイの肉厚3ミリですね。 42.7 の3ミリ。そうですね。まあ耐久性もありますけどね。そうですね。耐久性もやっぱり設計コンセプトに決めてますんで、と馬力が良かったりとか、音が良くてもね、割れて走行帰ってこれませんっていうのはね、ちょっと本末転倒なので、必ず帰ってきて。いいリザルトが残るように、そういう気持ちはできますね。ウエストゲートの出口のユーティリティを持たせてますんで、ユーザーによっては本当にボンネット上だしというのもレイアウト的には可能ですので、上でも下でもマフラー戻しでも、これはユーザー側の好みに合わせて作ってもらえればっていう、そういうことができるキットになってますね。すごい初歩的な質問をしてもいいですか？この仕切り板があることでどんなメリットが出るんですか？これはね、エンジン4気筒だと点火順序が、あるんですけども、その点火順序をクランク角でいう360度、要は一番反対側の気筒同士をまず集合させてあげてるんです。そうすると結局、爆発した排気ガスの一番一次排圧の圧力の高い圧を必ずバルブの閉じた側につなげてあげてるんです。そうしてあげることによって次爆発しようとする排気の、に圧力排気干渉を起こしづらい、それが非常に重要なところです。バルブの開いてるところに圧力をかけないっていう配管を考えると421っていうレイアウトになるんですね。4気筒からまず4気筒の配管を2本にしてあげる。そこから1本。421って私てっきりこの1234の話かと思った。4から2にして4から2になって集合してで最後にして。なるほど。421っていうレイアウトがやっぱり NA でもターボでもやっぱり有効性があるので、私は苦労してそうしてました。なるほど、すごい。そういうことか。これ結構種明かしのところなんで、全部いいところでしようとすると逆回転ターボっていう。なるほど、それに加えて逆回転ターボを使うとこのクリアランスも取れるし、パイプもいい長さになるし、このゲートつける位置もこの位置で集合したところからすぐ排気が出るから良いってことですよね。なるほど、理解しました。これですよね。削り出し。みんちゃんに駅マネズサービス集めて、よし持って帰ります。